皆さんこんにちは。今回は2025年に YouTube の動画内で、作ってきた刺し子付近を紹介しようかなと思います。よろしくお願いいたします。ですね、前回の収録動画の方では次の動画の予告としまして結び重ね亀甲を作っていこうかなと思いますということを話したかと思うんですけれども、今日はですね、収録しているのが1月13日なんですけれども、今年に入って2026年に入って一番最初のこれが収録動画になるかと思います。で、切りがいいので、ここで一回2025年に YouTube でどういう風な付近を作ってきたかっていうのを振り返ってみるのもいいかなと思いまして、予定を変更しまして、このような動画を今撮っています。なので、結び重ね亀甲は、この次の動画から制作していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では、早速ね、ここに並んでるのが、2025年に作ってきた付近になります。で、全部でですね、これね、私メモってたんだ。これ、今年の私の刺し子に関することを書くメモ帳なんですけど、メモ帳手帳なんですけど、これにね、本当だったらこういうのってね、ちゃんと書くなり、何か字幕っていうか、入れるなりね、テキストでこう入れるなりすればいいんですけど、私多分そういうのがするあれがないと思うんで、すいません、手書きで。しかも見えてない、ピントが合ってるかもどうかもちょっと定かではないんですけれども、今日はこれに書き出したんですよ。で、私2025年に YouTube でどういう付近作ってきたかなっていうのをこう書き出してみまして、今日はこれをね紹介していきます。ライブ配信で3枚、収録動画で7枚ということで合計10枚になるかと思います。あると思います。なのでまずは収録動画の方の7枚を紹介して、その後にライブ配信で作った3枚を紹介していこうと思います。よろしくお願いいたします。ではこれに沿ってね、これを脇に置いて見ながら私は今日は話していきますね。ではまずはですね、収録動画の方からいきますので、こちらの方はまた後ほど紹介させてください。収録動画の方はこの辺りからで、まずは一番最初はこの変わり飛車紋亀甲になるんですね、順番から言うと。それでこちらが桔梗朝の葉になるんですけど、これ続けて差し越したわけじゃないんですけど、続けて紹介した方が分かりやすいかなと思うんで、まずはこちらの2枚から話していこうかなと思います。でこちらが変わり飛車紋亀甲、こちらが桔梗朝の葉っていうことで、これなんで2枚をねこういう風にね見ていただいてるかというと、これはこれね、もうこれはね、今日紹介するものは全部 YouTube で話してるものなので、ダイジェスト版と思っていただければと思います。なのでこれもね、この話もしてるんですよ。これ何かというと、ユニボール1っていうボールペンのパッケージなんですよ。でこのボールペン私買ったんですけど、当時これ買った時にこのパッケージを見た時に、あれこれ刺し子で刺せそうじゃないって思ったというのがきっかけで作ってみました。でこちらがこれね、これでこちらがこれっていうことで、もう私2025年これがなんか一番頑張ったし達成感あんのこの2枚じゃないかなっていうふうにもう思ってます。それくらい頑張ったかな。で変わり飛車紋亀甲の方ですね。なのでなんとなくね、自分が手持ちの糸で似てるような糸でこういう風に刺してみました。もうこれもね、だいぶなんていうか達成感あるし、もう刺す時ね、これどっちもなんですけど、こっちもこっちも結構くるくるさせながらね進んでいったかなっていうのはありますね。その辺はどういう刺し順が好みかっていうところによるので、私がね好きな刺し順からすると結構こうくるくる回しちゃうんですよね。でもそれでもやっぱりこう仕上がった時のね満足感が強いですよね。そのあたりのこう刺し順とかに関してはもうそれぞれのね動画の方で話をしています。ということで2025年最初はまずこちらのね変わり飛車紋亀甲と、そしてその何枚か後にねこれを作ったんですよね。
これね。これなんかはあの斜方眼ベースなんですよね、どっちもね。それを斜方眼とにらめっこして、あとこれのね模様とにらめっこして、そしてサイズもねどれくらいがいいかなとか、あと特にこっちはやっぱ張り目がどういう風に出るかっていうのはすごく考えましたね。まあだからこそこっちの方が頑張ったし、達成感強いのはこっちの方かもしれないし、なんかこうやって見てたら、あ、これまた私刺したいわっていう風にね、なんか見ながらだんだん思ってきましたかね。これだからこれ1枚しか刺したことないんで、これもうちょっと私研究したいですね。またね、この針目の感覚をもうちょっと細かくしたらとか、あとこの一つ一つのこの模様をねもうちょっと大きいバランスで刺したらどんな感じになるかなとか、そういうのはまた、まあだからね、すごい刺し子ってやり込み要素が満載なんですよ。やろうと思ったらね、やろうと思ったらどこまでもなんかこの模様に関してとかを追求したりとかできるから、その辺が私は大好きなポイントで、なんかじっくりじっくりねこの模様とお付き合いをして、でどういう風な仕上がりになったら満足するかなとか、そこをね追求したいな。この辺はもうずっとですね、多分もうそれが私の YouTube のやっていくことじゃないですかね。だから私付近ばっかりやってるんですよ。基本前とかは寄せ模様とかもやってたんですけど、今はとにかく1枚の模様に対して1つの模様っていう感じで、それをどうやったらなんか納得できるかなみたいなことを考えながらじっくりじっくり向き合ってねやるっていうのがすごい楽しくて続けています。ということで、まずはね変わり飛車紋亀甲と桔梗朝の葉になります。はい、ではちょっと何枚もあるからねサクサクいきましょうか。次はですね八角寄せか。はい、八角寄せね、こちらになりますね。八角寄せ、この模様はですね前にね刺したことあるんだけれども、途中で挫折してしまったという私の思い出深い途中で挫折して好きそうな模様なのにね、まあその辺のこともこれ差し越した時喋ってると思います。はい、で、まあそういうのがあったんだけれども、今回基本模様差しの方は刺し子の基本にね載っている模様を参考に、その本の、なんていうかな、載っているものを一つずつ刺してる感じになりますかね。で、これもねそれでやっと刺すことができて満足。ちょっと太めの模様で、模様じゃないや、太めの刺し子糸でサクサク刺していって、こうパターンがね同じパターンをこう繰り返すっていう感じなので、まあそういう模様刺しが私は基本好きですね。なので楽しく刺し進めることができて満足です。はい。で次が無印良品の付近に行ったんですね。これだ。そう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 。気分を変えて、それまではさらしを仕立てて、さらしに刺し子するっていうのをやってたんですけれども、久しぶりに無印良品の付近に刺し子してみたんだ。まあそれもねなぜかというとYouTube でもっと前に曲線の模様とかもやったことあるんですよ、これでね、無印良品の付近に。であれをやった時はもっと何年も前なんですけど、あれをやった時はもちろん今も売ってますけれども、この真っ白なものか、もしくはここの周りに糸っていうか色が入ってるものだけだったんですよ、売ってるのが。でも今ってそれもあるけど、ここに最初から全面に模様がこういう感じでね入ってるのが売ってるんだっていうのにある時気づいて、でまた見た時にあれできんじゃない赤あるし糸いっぱいあるしみたいな、できんじゃないみたいな風にやってみようかなみたいな風に思ってやって、こういう風に完成してなんかすごい満足っていう感じです。まあどうしてもねさらしに刺すのと感覚は違ったりとかするので、さらしで慣れてるとねあれあれみたいな感じもあるので、どうしてもこう歪んでしまったりとかあるんですけれども、まあ気分を変えてねこうもうなんかザクザクザクって刺すのもそれは時には楽しいかなと思って、
はい、このように作ってみました。次、半丸つなぎですね、これね。はい。で、これ刺した時は多分ね、細い糸で細かく刺してみたいっていう感じだったのかな。それで作ってみましたね。で、あとは、こう、同系色の2色ですね。ちょっと濃い色と淡い色の組み合わせでやってみたっていう感じで、曲線と、あとはちょっとここのね、キュッキュッてこう角、角というかね、折り返しが急なところとそのあたりのね、メリハリをつけて刺し子していきました。これも楽しく刺し進めることができた模様かなと思います。次、結び重ねですね。これね、これ私さっきまでこの付近がどこに行ったってむちゃくちゃ探してたんですよ。今日これを動画を撮ろうと思って、ピックアップしてたわけですね。2002さっきのこれねこれ書き出しててこれをどこ行ったって思いながら探してた時に、ほんでこれだけがねどうしてもね見つからなくて、どうしよう、見つからなくって後から出てくると思うんで、過去に作ってる過程とかはね全部投稿してる模様なので、動画を見てくださいとか言おうかなって思って、これをね見つからなかったから思ったんだけれども、ギリギリで見つかりましたということで、結び重ねこれをね見ていただいて、いやちょっと良かった。せっかくねやるんだったら全部でこういう風に見ていただきたいなと思ってたから、今なんかちょっと探し疲れました。でどこにあったかっていうと、ほんとすぐ近くにあったんですよ。なんか全然意識してなかったんですけど、ちょっと待ってくださいね。そう、これをねなんか包んでるのに使ってたんですよ。これ何かっていうと、折りたたみのキーボード、私これ使ってて、これでYouTube の私基本スマホで撮って iPad で編集をして、それで例えば概要欄の入力とかタイトル、あとは、文字起こしした時のね文字の修正なんかをこれでカタカタカタやっていて、これを使ってるんですけど、これ開いた時とかに下に敷くのにそのまま置いたりするの嫌だなって思ってて、これにだからこういう感じでね、でこうパターンってやってやっていて、でこれ終わったらこうやって包んで、なんだゴムちょっと今どっか行っちゃったんですけど、ここにゴムでねこうまとめてパチンと留めて、これでこうやって縛ってるっていう風にやってたんですよ。だからこれと一緒にここに包まれて、だからすごい案外近くにあったんですけれども、私の目には見えてなくて、どこ行ったって探したのでやっと見つかりました。案外すごい案外というかすごい近くにあって、ここにあったんじゃないかって言ってびっくりしたっていう、全然何の関係もないエピソードなんですけど、こういうのにも使ってますみたいな感じですね。はい。あまり直接置きたくない、こう、保護するって言ったら大げさかもしれないけれどもね、なんとなく包んでね、大事にこれをね私使っている時にこれを使ってます。はい、では次、結び重ねまでいった。でここまで変わり取りたすきまでいくともうつい最近ですよこれ。はい、これがこの前ね刺し終わってみたいな感じでやっと完成しましたっていう風にお話しした付近になりますので、この辺はねさらっとねこういう感じでできております。満足です。はい。以上が、収録動画で制作してきた付近になります。そしてここからはライブ配信で作ってきた付近になります。
この、2025年はこの3枚が2025年中に完成いたしました。はい。最初からそう決めてたわけではないんですけれども、だんだんライブ配信をやっていく中で、ライブ配信は人目指しを差し子することが多くて、収録動画の方は模様差しを差し子することが多いなという感じです。で、まずは、最初に2025年に、多分これ途中からね、ライブ配信でずっとやっていて、最初に完成しました。これがね、花の輪ですね。全部ね、この今見ていただいた3枚はホビーラホビーレさんの差し子布を使ってもう印刷されているものですね。一目差しは私はちょっとね、やっぱ自分でっていうのは難しいので、ホビーラホビーレさんのを使って差し子しています。こういう感じでね、出来上がりました。まあでもやっぱり一目差しは一目差し、模様差しは模様差しのね、良さがありましてですね、一目差しは裏がね、またちょっと違った模様に見えてくるのがどういう風に、浮かび上がってくるかなみたいなのが楽しいんですよね。で、これが裏。で、もう一回見ていただくとこっちが表っていう感じでね。はい。こういう感じで。ライブ配信の時はもうひたすら、だからこれ全工程がライブ配信でやる付近に関しては、ライブ配信してない時は進めてない。やるにしてもここのね、外枠縫うだけとかにしてる。この差し子ね、しているところに関してはずっとライブ配信でもう淡々とやってるので、不定期で6時半から朝6時半からやってるので、まあアーカイブもね全部あるから、こういう感じでやってるのねって見ていただけると思うんですけれども、淡々とやってます。ライブ配信はね。朝なんでそんな時間にやってるのっていうのはスマホで撮ってるので、もう誰にも邪魔されないっていう言い方もあれですけれども、連絡が来て慌てたりとかすることがない、とにかく私だけの時間っていうところで考えた時に、私の、生活の状況だと6時半から7時っていうのがベストなので、その時間にやっております。ということで、はい、2025年ライブ配信で一番最初に完成したのがこちらの花の輪になります。次、なんとなくね、その次あたりから4月5月に完成しそうだなと思ったから四つ葉のクローバーを選んで、もうまさにこのね緑の一色で選んで差し子してみました。四つ葉のクローバーになりますね、こちらね。はい、このような感じで、これも先ほどのとね同じようにライブ配信で黙々とね差し越して、でこう裏側もどんな風に出んのみたいな、もう予想がつかないみたいな感じでね、こういう風にねじっくりじっくり仕上がってくるのが、それはそれで一目指しの面白さだったりします。はい。でこれが四つ葉のクローバーで、そしてこれが次花十字か、花十字。これはオレンジを私あんまり使ってこなかったな。差し子糸としては持ってたのに、オレンジってあんまり使わないなと思ったから、これすごいなんか糸使いそう。まあ大体ホビラホビレさんの一目出しって糸ね、それなりにこういい感じに張り巡るので、だいぶ使うんじゃないかなみたいなのを思ってオレンジでやってみて、オレンジもいいねって思いながら、なんとなく自己満足っていう感じで、一色でね、オレンジ一色で花十字を刺してみました。表から見るとこのような感じになっていまして、裏から見るとこのような感じで、これもまたね表と裏の違いが出て面白いですよね。こういうのをねひたすらライブ配信でやっていて、もう淡々と黙々とやってる時もあれば、何か喋ってる時もあります。それはその時によって、だから今日もこれね13日1月13日ライブ配信やってたんですよ。ライブ配信朝今日やってた時にこれの手帳の話してますもの。これ出してきて、今日ここのピックアップして、今日もし撮れたら撮ろうと思ってますとか、なんかそんな話とかもねしてますね。だから黙々とこういうのをね差し越しているか、差し越しながら
なんとなくこう収録動画のこんな頭の中でスケジュール的にこんな風に考えてますっていうのを話す時もあれば、あとは本当に日常の出来事を話す時もでもあんまりそれは少ないんだけれども話す時もあれば、あとはねちょっと前はねドラマの話をしてましたかね。ドラマをちょっと夢中になって見てるドラマがあったのでその話をしたりとか、あとはまあこれも出てきて喋ったって言ったりもしたんですけど、文房具が好きなのでその話をする時もあるかなっていうのは、まあでもそれはなんかライブ配信ってその時の流れで話が動いたりとかあるので必ずこの話してますとは言い切れないんですけれども、だいたい今言ったような基本黙々と差し子する、もしくは何か出来事話したりすることもあるけどそれはあんまり少なくって、収録動画のスケジュール的なことを話したりドラマの話をしたり文房具の話をしたり、そのあたりがどうしても私の好きなことだったりもしますのでね、そういうのを一緒に話しながらなんとなくね見に来てくださってる見に来てくださる方とのねコメントの流れによってね話が動いていったりとかしますので、もしよかったらね見ていただけましたら、なんとなくこうね作り上げていく過程を見守っていただけましたらありがたいななんて思いながらいます。ということで、話しながらなんとなく今年ね作ってきたこの布巾をね今私は並べております。そうですね、今年もねさっきもライブ配信のねこんな話してますっていう話したんですけれども変わらないかな。同じようにとにかく刺し子がね上手になりたいなって思って自分のこういうイメージでできたらいいな、布巾作れたらいいなっていうものにね近づけるようにねひたすら練習をしてなんか模様と向き合ってね、こういう風にこの色で刺したらこんな感じの模様で浮かべ上がるんだみたいなことをね、私はそれが楽しくて、なおかつ何かやると達成感がある。だけど、そこまで果てしすぎない。だからこの大きさで私はいいんですよね。この大きさでこの一つの模様でやっていって、でそれをじゃあ次また今度はこっちの模様をしよう、今度はまたこっちの模様をしようで、同じ模様かもしれないけど違う糸でやると、あとは、同じ模様だけど針目、糸のね太さを変えて針目を変えてみるとかね、どんな風に仕上がるだろうとか、刺し順をちょっと変えてみてやってみようとかそういうのを繰り返して、小さな達成感を積み重ねていくっていうのがこの一枚の布巾の上でだったら自分の好きなようにできるんですよ。ね、なんか生活の中で、それこそいろんな出来事があってそれは達成したりできなかったりとかいろいろあって、でもそれって自分がどんなに努力してももうどうにもならないこともあったりとかもするかもしれないっていうのが人生だったりするけど、なんか大きなこと言ってますけど、でも刺し子だったらこの布巾の上のことだったらもう私の好きなように私が決めた私の世界のこの世界観、布巾の世界観を作り上げるっていうのは誰にも邪魔されず私がやりたいから私のペースで淡々とやるっていうのがっていうことを私は大事にしたいんですよ。で、たまたまその過程を動画にしてこういうふうに配信して、で、それをたまたま見てくださった人が刺し子ってこんな感じでやってる人いるのねって、もちろん好きな人はずっとやってるだろうし、一方でねもしかしたら何か刺し子との出会いになるかもしれないしそれはわからないけど、そういうのが何かあったら嬉しいなっても思うし、私は私でただただ淡々と自分のこう達成感とかね
とにかく刺し子が上手になりたいとかね思ってるからただただやってるだけなんですけど、そのやってることが何かにね、誰かの何かにもしかしたらつながることがあるかもしれないということを YouTube やってたらそんな巡り合わせがあるかもしれないと思ったりして、特にライブ配信なんかはそんな感じですかね。配信したりしてそれを細く長く続けられたらいいなっていうふうに思っていますので、引き続き2026年もねこのペースでだいたい今のところライブ配信は週に3回か4回で、収録動画の方がやっぱりこう空いちゃったりっていうのがあるので、私の中では週に1本は上げられるペースで入れたらいいな。2本は難しいから週に1本上げられたらいいなっていう感じでいますので、とにかく細く長く、そうですね、来年の今頃も2026年こんな感じで付近作ってきましたみたいなのまたこういう感じでねお話できたらいいななんて思っています。はい、ということでどうぞこれからも今年もどうぞよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますとこのように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。